11人が死亡。その中には子供たちも含まれていた。これは裏切りと暴力、そして沈黙の掟に支配されたマフィアの物語。あなたはマフィアと聞いて何を思い浮かべますか？映画ゴッドファーザー、禁酒法時代のアルカポネ、血の掟に従う恐怖の組織。そんなマフィアの誕生の裏には、イタリア、特にシチリア島の壮絶な歴史が深く関わっていたのです。そしてその歴史は、ワインとオリーブオイルの香りよりも、火薬の匂いが似合うものでした。このチャンネルでは、教科書には載らない、少し変わった歴史を紹介していきます。よかったら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。シチリア島では、長年、大地主が土地を支配する封建制度が続いていました。多くの地主は、島に住まず、土地の管理は、ガベロットと呼ばれる者たちに任されます。彼らは、農民から高額な地代を取り、反抗する者は、容赦なく排除。一方で、地主には、山賊からの警護を提供し、恩恵と支配の関係を築き上げます。これがマフィアの原型となりました。19世紀後半、シチリアはイタリア王国に併合されますが、義務兵役制への反発から混乱が広がります。政府は反乱鎮圧のためにマフィアの力を利用。こうしてマフィアは票集めや脅迫で政治家を当選させ、その見返りに保護を得るようになります。そして、1893年2月1日、ノタルバルトロ暗殺事件が起こります。シチリア銀行の元頭取エマヌエーレ・ノタルバルトロは、不正融資でマフィアと癒着した銀行幹部たちを告発しようとし、頭取を解任されました。その日、彼は一等車の客室に一人腰掛け、テルミニ・イメレーゼ駅からパレルモへ向かっていました。電車が発車して間もなく、客室に短刀を持った何者かが忍び込みます。激しい格闘、そして27箇所の刺し傷。瀕死の彼は車窓から線路脇へ投げ捨てられました。黒幕とされたのはマフィアの支援で当選した下院議員ラファエーレ・パリツォーロ。パリツォーロはノタルバルトロによって銀行幹部を解任された過去がありました。しかし裁判は二転三転し、一度は懲役30年の有罪判決が下されるも、最終的には証拠不十分で無罪放免。シチリアに戻った彼を迎えたのは、まるで英雄を称えるような歓迎式でした。司法も警察もマフィアの支配下にあった。それを世に知らしめた事件でした。1920年代、ムッソリーニ政権は、鉄の知事、モーリを送り込み、マフィア撲滅を宣言。多くのマフィアと何人かのボスが逮捕されますが、政権幹部の家族がマフィアと関係していることが発覚すると、ムッソリーニは態度を一変。撲滅作戦は中止され、マフィアは生き残り、厄介な存在となったモーリは、パレルモ知事を解任されました。ムッソリーニの変わり身の速さには、驚くばかりです。そして、第二次世界大戦。連合軍はシチリア上陸作戦を成功させるため、現地マフィアとアメリカの伝説的マフィア、ラッキー・ルチアーノを利用します。彼の影響力によって、現地ボスとの連絡が取られ、占領後はマフィアの推薦で村長が任命されるなど、彼らは再び政治に深く入り込みました。戦後のシチリアはマフィアにとってのゴールデンタイムを迎えます。戦後の混乱期、シチリアの青年、サルバトーレ・ジュリアーノは、家族を食べさせるため、小麦の闇取引に手を染めていました。しかし、ある日警察に見つかり、逮捕されそうになった彼は、持っていた銃で警官を撃ち殺してしまいます。こうして、望んでもいないのに、山賊として生きる道しか残されなくなりました。この時代、生きていくために、闇取引に手を染めることは、
決して珍しいことではありませんでした。同じように闇取引を行っていても、警察はマフィアを見逃し、一方で困窮する市民たちは厳しく取り締まったのです。山に逃げたジュリアーノは、初めのうちは金持ちから奪い、貧しい者に分け与える義賊として名を挙げます。しかし、その人気と統率力に目をつけたのがマフィアと政治家たちでした。彼らはジュリアーノにこう持ちかけます。我々に協力すれば罪を帳消しにしてやろう。自由を夢見たジュリアーノはその言葉を信じてしまいます。1947年5月1日、シチリアの山中、ポルテッダ・デルラジネストラで農民たちがメーデーの集会を開いていました。長年の封建的支配に抗議し、土地の分配を求める穏やかな集まりです。しかし、岩陰に潜んだジュリアーノの一団が突如、機関銃を乱射。11人が死亡、56人が負傷しました。この事件の背後には、マフィアと結びついた政治勢力の意図がありました。共産主義的な農民運動を力で抑え込み、支持政党を選挙で勝たせるためです。勝利すれば、ジュリアーノは自由の身になるはずでした。しかし、選挙には勝ったものの、約束は反故にされます。知りすぎた男は、今や政治家にも、マフィアにも危険な存在となっていました。追われる身となったジュリアーノは、必死に生き延びようとしますが、1950年7月5日、いとこのピッショッタに裏切られ、眠っているところを撃ち殺されます。皮肉なことに、そのピッショッタもまた、重労働を伴う終身刑という重い判決を受けた後、刑務所で毒殺されました。マフィアは、社会からこぼれ落ちた若者を散々利用し尽くした挙句、簡単に切り捨てたのです。ガベロットの時代から第二次世界大戦後まで、マフィアは地域社会と密接に結びついていました。しかし終戦後、舞台は農村から都市へ。彼らは建築業や運輸業へ進出し、さらにアメリカのマフィアと連携して麻薬密輸で莫大な利益を得るようになります。暴力だけではなく、スーツを着たビジネスマンとしての顔を持つようになったのです。シチリアマフィアは暴力だけでなく、政治、司法、軍事と結びつくことで勢力を保ち続けてきました。権力者が彼らを利用し、彼らもまた権力を利用する。そうして強大になったマフィアは、今も社会の至るところで影を潜めているのかもしれません。今回のマフィアのお話はいかがでしたか？このチャンネルでは少し変わった歴史を紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。